こんにちは、ミドチャレ TV の愛です。ただいま私、松山空港に到着しました。そう、四国地方の北西部、愛媛県です。愛媛県といえば、日本最古の温泉、道後温泉や、全国ナンバーワンの生産量を誇るみかんの町としても有名ですね。空港に到着した途端、みかんの蛇口があったり、可愛いキャラクターがお出迎えしてくれて、なんだかワクワクしてきちゃいます。ということで、私、バスに乗って今日は道後温泉に向かいます。それでは、本日のぼっち旅、スターティン！ということで、バスに揺られること50分、道後温泉に到着しました。坊ちゃん列車がお出迎え。ちなみに、リムジンバスだと40分、路線バスだと50分かかります。翌日街歩きもしたいななんて思ってます。道後温泉に到着しました。今一旦荷物を預けてきまして、これからランチをしたいと思います。じゃあ行こう。はい、こちらが有名な道後温泉です。夜の風景がすごい綺麗だったので、お写真撮ってみました。国の重要文化財にもなっていて、ジブリ映画、千と千尋の神隠しのモデルの一つとも言われる名所です。チェックインまで時間があります。お腹が空いてきたのでお昼でも食べようかな。荷物を預ける際、ホテルのフロントでこちらのお店を勧めてもらったので、ちょっと寄ってみようかな。愛媛といえば、鯛めしが有名ですね。はい、着席、ボックス席になって落ち着きます。なんかこの名物っていう天ぷらも気になるんですけど、やっぱりね、鯛めし食べたいよね。あ、これ美味しそう。お店はこんな感じで、すべての席が落ち着く空間になってそう。はい、ということで到着しました。宇和島スタイルの鯛めしです。はい、これをね、卵かけご飯みたいな感じで食べるんですって。では、いただきます。味噌汁か。じゃこからいただいてみようか。愛媛といえばじゃこ天だね。お魚の味がぎゅっと凝縮されています。柔らかい。これはご飯に乗せて卵を溶いてかけるんですって。やろう。これがタイになってて可愛いということで、じゃん、乗っけました。これをトキ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 。わお。一気にかけちゃいました。はい、先にね、タイを乗せて卵液をかけたんだけど、お店によっては卵液の中にタイを混ぜ込んで、そしてご飯に乗せるっていう風に説明してくれるところもあります。まずタイと。愛媛の鯛めしは2種類大きく分けてあって、炊き込み風と、あと今食べている宇和島の刺身ぶっかけ風の2種類があるそうです。どんな味か想像できる？いわゆるね、卵かけご飯にお刺身が入ったようなイメージです。もう絶対私好きなやつ。この通りを歩いていると、この鯛めしのお店が非常に多かったですね。ご当地グルメ食べられてよかったです。すべて美味しくいただき、ごちそうさまでした。ホテルに向かうときに道後温泉の前を通るんですけど、ずーっとね、行列が続いてました。ということで本日の宿泊先がこちら、大和屋本店さんです。慶応4年創業の老舗純和風旅館です。道後温泉の引き湯を使った露天風呂や日本酒や駄菓子などが楽しめる無料サービスが特徴です。洗練された大人の宿っていう感じですね。はい、今日は8階です。エレベーターを降りるとアメニティがあるので、ここから必要なものを持っていきます。チェックインを終えたので私のお部屋に向かいます。今日のお部屋は807号室。どんなお部屋かな？はい、お部屋に到着しました。では、ルームツアーです。お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。なんとマッサージチェア付き。窓が正面にありますね。デスクは非常に広いです。おしゃれですね。あ、お菓子が置いてある。これはパウンドケーキかな？
配付の下には電気ポットとかマグカップなどが用意されています。はい、坊ちゃんコーヒーとかお茶があります。はい、さらに机の下には冷蔵庫。コンパクトですね。入ってるかな？お水が入ってます。ベッドの足元にはテレビ。そしてベッドの上には浴衣類があります。はい、クローゼットの中に引き出しとかスリッパなどなどがあります。バゲージラックもあります。お手洗いかな？見ていきましょう。はい、綺麗なお手洗いです。そして一応ね、お風呂もついてます。だけど温泉とか入るから、ここで入ることはないかなと思います。なんか可愛いお風呂場にこういったオブジェってなんていうの？アートもあります。はい、以上ルームツアーでした。はい、浴衣に着替えました。ここの浴衣はね、ちょっとシックというか渋いですね。でね、今からお風呂に行こうと思うんだけど、その前に寄りたいところがあって、はい、1階のちょっと面白いところに行きたいと思います。1階のお土産店です。その前になんとみかんの蛇口があるんです。これは無料でみかんジュースが飲めますよ。街中にもオレンジジュースの蛇口がいっぱいあるんですけれども、どこも有料でだいたい4、500円で飲めるところが多かったかな。はい、ということで濃いオレンジをいただきます。シトラスの香りと程よい酸味が爽やかです。このみかんジュース、滞在中3回くらい飲んじゃった。その横にあるのは有料のカフェです。でも私は行きたいところがあるので、とりあえず移動しましょうか。地下1階の大浴場の前には日本酒や駄菓子がフリーでいただけるコーナーがあります。すごい。お子さんはもちろんのこと、大人まで駄菓子って嬉しいよね。なんと日本酒と駄菓子が無料です。明太味とチーズいただきます。日本酒が2種類とアルコールフリーの梅酒がありました。その後地下1階の大浴場に行ってきました。こちらのお湯はアルカリ性単純温泉です。道後温泉のシンボル的な存在、道後温泉本館と同じ引き湯を使用しているんだとか。風呂から上がりました。ちょっと暑い。なんかね、いっぱいっていうか、露天風呂と内風呂があるんだけど、内風呂はね、ぬる湯っていうのがあって、私ぬる湯が大好きで、何回もぬる湯に入ってたら、ちょっとのぼせてきちゃいました。お水いただきます。あとね、30分、じゃあ20分でも夕飯だ。行かなきゃ。4階には能の舞台があって、小道具が置いてあるので、これを使って記念撮影をすることができます。ちょっと行ってみましょうか。とっても素敵なんですけれども、一人でお写真撮るのはちょっと恥ずかしい。写真撮ったりしようかと思ったんだけど、レストランが多くなってみんなが見てるのでできませんね。これね、誰かと一緒だったら全然恥ずかしくないんだけどね、一人だったらちょっと恥ずかしかったんでやめときました。ではお楽しみの夕食をいただきに参りましょう。はい、ということで能の舞台を目の前で見ることができる席にご案内いただきました。能舞台千手殿。こちらでは能や狂言などの伝統芸能上演のほか、結婚式や講演会などで使われているようです。マスです。桜マスの南蛮漬けです。玉ねぎのソースがかかっています。こちらはお作り、愛媛のお魚の愛鯛、姫マグロなどが乗っています。ではまずはカンパチからいただきます。カンパチ大好き。これは愛媛じゃないかな？なんか何も言ってなかった。歯ごたえがあって新鮮なのがわかります。こちらはサワラが入った汁物です。このね、お出汁がむちゃくちゃ美味しかった。そうそう、サワラといえばね、岡山行った時に大きな立派なサワラをいただいたのね。で、その動画もあるのでよかったら合わせてご覧ください。概要欄に URL 貼っておきますね。さて先ほどは朝日スーパードライでしたが、今度は道後温泉のビールをいただくことにしましたよ。では、お疲れ様です。
そしていよいよメインです。牛ロース肉の鉄板焼きとズッキーニです。もう焼く前から美味しい肉ってわかるよね。これをね、最後にね、バターをちょっと添えて玉ねぎソースでいただきます。いやー、このお肉がとってもね、柔らかくって美味しいの。口の中でとろけます。後半は平貝の炙りをいただいて、そしてご飯物は伊予の鯛めしです。ふっくら炊き上がりました。茶碗蒸しも一緒になってご飯セットですね。このものの盛り合わせ。一日のうちに2種類の鯛めしをいただくことができて大満足です。そしてこちらはデザート。このね、抹茶のレアチョコレートかな、すごい美味しかった。はい。じゃあ、お部屋で二次会。1階に製氷機があったので、氷を持ってきました。ハイボールタイムだね。いただきます。ウイスキーがお好きでしょウィーでは今日もお疲れ。はい。うまい。やっぱなんかお腹いっぱいになるとビールよりハイボールの方が飲みやすくなりますよね。いやー、なんかね、道後温泉いろいろホテル探してたんだけど、なんかそんなにね、こう、なんかいい感じの安いところっていうのがなかったの。で、あとはもうものすごい高いみたいな感じ。だからここは割と、一見高いんだけど、私が普段泊まるホテルよりも。だけど、道後温泉の中では中堅なんじゃないかなって思います。どうなんだろう、詳しくないからわかんないけど。うん。で、場所が、立地がとにかくいいですよね。立地がいいです。しかもなんか蛇口からオレンジジュースが出るっていうのを知って、あ、面白そう、泊まってみたいと思ったの。でもそうそう何回もやらないよね。ね。やっぱりお金払ってお店でやるっていうとなんかこう、なんか作られた感あるじゃない？ああやって置いてあってくれると楽しみが増すというか。そう。あとね、食事見てて思ったんだけど、割とここね、一人のお客さんもね、多かった。うん。一人で来てるお客さん多かったです。せっかくだから明日温泉入ろうかな。でもすごいさ、そこの有名な道後温泉の入り口がとても行列していて、で、さらにね、その数年前っても10年前くらいかな、医学会で行った時の、その、MR さんの方、私を雇ってくれてた会社ね、の方が、空き時間に道後温泉に行ったんですって。そしたらなんかすごい芋洗い状態だったのよって言われて、そうか、すごいやっぱ混んでるんだなと思うとね。混んでると思うと、もう新館の方に行ってみようかな。せっかくだから。新館？お腹いっぱいだな。うまい棒食べるか。うまい棒ね、何がみんな好き？明太子、たこ焼き。さっきソース食べたからたこ焼きはチーズにするか。チーズ。なんか脳のところでこうやってやりたかったのかそれ。みんな見ててさ、誰かと一緒だったらおかしくない。一人でやってってならないなって何やってんのみたいな。恥ずかしい。今日さ、すごいね、忙しかったの、昨日。てか、旅に来るから、その前にいろいろやっておきたいことを全部やろうと思って、まず例えば、昨日ね、投稿する日だったんですよ。動画をアップする日で、いつもね、だいたい、ほぼ、前日に仕上げるんだけど、当日書き出しっていうツールのね、動画編集ソフトで書き出しをして、それに合わせて、YouTube の裏側にアップロードをするとね、結構ちょっと時間かかる時がある。で、さらにその字幕を自動で入るんだけど、大体間違えてるのね。そう、専門的な話になるんだけど。その字幕を直すのに、むちゃくちゃ時間かかるんですよ。20分の動画で私は3時間近くかかるんですね。
本当にズレズレだから、あれピタってならないかな。せめてなんかうまく切れるところとか、まあそれにすごい時間かかって、で、編集してもう終わりだなって、こう実行を押すと、なんか家の電波が弱いとリセットされたりとかする。それに当たっちゃって、もう前にギリギリ、8時ギリギリ。まあそこまでね、大きなリスクはないけど、でもやっぱり、字幕を見ながら見てくれてる方もいらっしゃるし、あとは、海外の方もちらほら見てくださってるので、そうそう。ギリギリだったんです、8時。それで、ふーって一息ついて、次の日もここに来るから、ショートをね、作っておきたいなと思って月曜日に出す。すみません、曜日バレちゃうか、日にちが。ショートをね、その後ね、ちょっと9時ぐらいから作ったのかな。で、そのまでに、その間は、その1時間の間は、メンバーさんの、スタンプを作ってたの。メンバーさんのスタンプって、最初はね、4個しか作れないんだけど、登録が増えるごとに、こう、作れる数が決まってて、で、今の私は15個ぐらい作れるようになったから、一気に15個は作れないけど、ちょっとずつ増やしていこうと思って、とりあえず3つぐらい作ったのかな。で、それもやっぱ時間かかる。やっぱり、大きさとかね、デザインとか、こう、ちっちゃいからアイコンが、だから見えない。大きい画面だとすごい見えるんだけど、ちっちゃくするとなんか全然見えないとか、その繰り返しですごい時間かかって、そこからショートを作って、で、終わったのが、だからもう夕飯食べるの忘れてたの、その時9時ぐらいで。でもさすがにちょっとなんかお腹空いてきたし口にしたいなと思って、9時半ぐらいからちょっと口にして、納豆を食べたの。納豆と卵。ご飯ちょぴっとだけ入れて、で、お酒飲みたかったけど、その次の日、要は今日飛行機にね、乗るから、9時の飛行機だったの、9時台の。だからそうするとやっぱ早めに着いておかないと不安じゃない？新宿バスタからバスに乗っていくのね。電車で行けば時間大丈夫なんだけど、満員電車の時間じゃない？ちょうど。だから、バスがいいと思ってバスタで乗るとやっぱり道路の状態も心配だから早めに着きたいの。で、私はね、7時20分のバスターに乗ったの。そうすると家をね、1時間ぐらい前に出なきゃいけなくって、ドア2ドアで余裕を持ってね。だから、6時20分に家を出たの。ってことは、何時に起きるってなると、やっぱ身支度も時間かかるんですよ。やっぱ、髪の毛を乾かすのに私はめちゃくちゃ時間がある人で。で、なんかこうバタバタってしたくなくて、なんかゆっくり支度したいから、せめて1時間半前に起きようと思って、5時に起きる目覚ましをかけてたの。こんな話大丈夫かなこれ。でもまた、こういうなんかで、かけたのね。それで、目覚ましをかけるんだけども、寝る時間がね、もうね、だから作業が終わったのが1時ぐらいで、で、もうちょっとギラギラしてるの。ずっとパソコンでいろいろやってたから。だから寝れないのね。だけど寝ようと思って、いろいろね、YouTube のなんか、雨の音を聞きながら寝たりとか。でもそうすると、寝坊したらどうしようと思ってると、やっぱりうっすら寝れないの。で、それで結局4時半に覚めて、30分ぐらいベッドの中でゴロゴロして、大丈夫この話つまんないよ、また。だから葛藤しちゃうんだよ。そう、それで、バスに乗ったら、要は何が言いたいかってまとめると、睡眠不足です。それだけ言えばよかったんだけど。そうなんです。そんな感じ。でも心地よい、あれですよ。そうなんです。さあ、これを飲んだら寝ましょうかね。今日は早起きして、睡眠不足なので、今日はこれを飲んで寝たいと思います。じゃあ、おやすみなさい。はい。ということで、もう寝るんだけど、マッサージチェアがせっかくあるので、試してみたいと思います。なんかさ、おかしくない？これ、提出終了しかない。スタートとかないんじゃないの？何これ？洗濯か。当たり。マジでこれ結構ね、強めです。わお。
結構効きますね、これ。部屋にマッサージチェアがあるってすごいね、いいね。おはようございます。朝です。時刻は7時ぐらいかな。お天気は晴れてますね。ちょっと坊ちゃんコーヒーを飲もうと思います。はい、おはようございます。今日のお目覚はホテルのウェルカムスイーツ、これです。こんな感じです。なんか私これもしかしたら思ってた前後ろ逆かも。でもね、なんか逆にするよりこっちのこのたるみ具合がちょうどいいから、まあいっか。私ニットをたまに裏表逆に着てる時があったんですよ。と思ったけど、気づかれないかなと思ったらやっぱり指摘があって、何度見ても絶対セーター裏表逆ですよねってコメントが来てて吹きました。その教えてくれるのも優しさだし、みんな気づいても言わないでくれるのも優しさなんだなと思う。相変わらずやらかしてます。はい、おはようございます。身支度が終わりました。これから朝食を食べに行きたいと思います。時刻はね、8時40分、9時半までなので急ぎましょう。では、朝食に向かいます。こちらの朝食が本当に美味しかったんです。お料理はもちろん美味しいんですけれども、お料理を乗せているこの、台が坊ちゃん列車をイメージしてるのかな？すごく可愛いの。じゃあお料理のラインナップをご覧ください。こちらはご当地ならではの今地焼き豚卵飯だそうです。そして私の大好きなカレーもスープ状態でありました。卵料理もいろんな種類がありましたよ。サラダに定番のおかずたちです。愛媛ならではですね、焼き魚に鯛がありましたよ。そして香川ではないですが、讃岐うどんもありました。パンも豊富です。はい、デザートも可愛いアイスクリームもありましたよ。そして私が一番嬉しかったのはやっぱりこちら。ドーン持ってきた朝食です。では、いただきます。いつも通りお野菜からいただきます。毎回野菜から食べてんで、特にもう撮影しなくていいんじゃないかっていうぐらい、はい、皆さんが見飽きているかもしれないシーンでございます。そしてシューマイ。朝シューマイがあると私嬉しいんだけど、みんなは朝食で好きなメニューある？そしてこちらは愛媛県今治市のソウルフードだそうです。焼き豚と半熟目玉焼きを乗せてご飯と一緒に食べるのが定番みたいだね。では食べてみます。甘じょっぱい特製ダレなのかな？感想は？はい、ご飯というよりに私はやっぱり焼き豚なのでラーメンに入れたくなる味でした。これはスープカレーです。美味しいです。あっさりしてるけどしっかりコクがあります。さらっとしてる。美味しいです。そしてこちらが一番楽しみにしていました。まずはお刺身からね。これは多分昨日のカンパチとかかな。で、これはタイですね。でもね、やっぱり一番楽しみにしているのはイクラです。まずマグロのすき身としらすを一緒にいただきました。最高です。イクラたっぷり。めちゃくちゃ幸せです。朝食会場はとっても広々としていて綺麗です。もうね、最後の時間なのでほとんどお客さんがいなくなってました。すべて完食しごちそうさまです。はい、まもなくチェックアウト。今回をまとめていきたいと思います。まず気になるお値段がこちら。1泊2食付きの料金です。いつもの私の宿泊先からするとお高めではありますけれども、やっぱりね、
このホテル、まずホスピタリティ性がすごく高いというところ。あとはやっぱり、お料理もそうですし、設備もすごく充実していたというところを考えると、このぐらいのお値段はありがたいんじゃないかなとは思います。で、道後温泉周辺で2食付きで、あと、旅館で、ある程度設備が整っているところって考えるとね、結構そんな安いところがないんですよね。もちろん値段を抑えれば抑えるほどあるけど、求めるものをいくつかね、ピックアップしていくと、比較的2万円以上するところが多いなという印象でした。で、ちょっとね、いろいろ探している中で蛇口のジュースが出たり、あとは日本酒のああいうね、ちょっと飲める自由にフリーで飲めるところとか、そういう部分を見つけて面白そうだなと思って泊まってみたいなと思いました。はい、そして率直な私の感想は、まさに道後温泉に来たら、ある程度しっかりとしたところに泊まりたいなと思っていたので、理想通りのお宿でした。やっぱりね、楽しかったです。いろんなサービスがあって。あと、立地もいいですし、このお部屋の雰囲気を見た通り、すごくシックでリラックスできるような大人の空間でした。で、ご飯がね、とにかく美味しかったです。朝食会場のお料理を置いてある、そういう台というか、そういうところも、エンターテインメント性があって楽しかったです。道後温泉来たなっていう感じがしました。じゃあどんな方に向いているかっていうと、やっぱり道後温泉に来たので、道後温泉らしさ、アクセスの良さ、そしてやっぱりスタッフの対応が良いところがいいっていう方にぴったりなんじゃないかなと思います。はい、そんなところでございました。ということで、この後の私の予定ですけれども、せっかくなので道後温泉をね、ぶらり散歩したいと思います。ということで次回は道後温泉ぶらり散歩です。いろいろ食べ歩きをしたり、あとは別館の方のね、個室を利用してゆっくりさせていただきました。ぜひこの続きもお楽しみください。ということで今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタン、チャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひ応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。みどちゃれ TV の愛でした。お世話になりました。エコリーの